こんにちは、青木です。プサンにいます。ここは大ターミナルプサン駅です。先ほどですね、ソウルからプサンまで移動してきたんですけども、この後あそこに見えている東横インさんですね。はい、プサン駅に横付けされている、東横インさんがあるんですけども、そこに、チェックインをする予定にしています。で、そのチェックインの時間までですね、ちょっと時間があるんで、さっきですね、重い荷物をあそこに先に預けてきておりまして、でちょっとこの辺を観光しようかなと思っていたんですけど、このプサン駅から歩いて行ける範囲にすんげえ眺めがいい展望スポットがあるらしいんで、そこに行ってからですねチェックインをしてみたいと思います。で今から行くのはチョリャンイバグギルというところでございます。はい、チョリャンっていうのがですね、この辺りの地名ですね、古くから地名になっているそうでして、でそこにあるイバグギルという、道ですね。ギルっていうのは道という意味なんで、はい、プサン駅から横断歩道を渡ってきました。でイバグっていうのは何かというと、この辺のプサンの方の方言で、話という意味だそうです。標準語の韓国語だとイヤギという、意味だそうなんですけども、なので要は、チョリャン物語ロードですね、日本語で言うと、そういうようなですね、道を今から、登っていくことで、めっちゃ眺めがいいところがあるらしいです。で僕もね16年前にプサンに1年間住んでたんですけど、そんなのがあるって全然知らなかったですね。最近注目を集めたところなんかな。なんかね Google マップでおすすめ観光地っていう風に出てたんでね、すいません、曲がるとこ間違えましたね。もう一個前のところね左に曲がるはずだったんですけども、でもですね、実はここの通りも面白いので皆さんにご紹介したいと思います。はい、この通りね、普通の韓国の通りと思いきやですね、やけに英語が多いですよね。はい、ここはですねテキサス通りと言われておりまして、古くからですね、外国の方々がお店出してたりとか、あと外国人向けの、お店がいっぱいあるとこになっています。で、テキサスってアメリカですけども、こういうですねアメリカ風のお店もあればですね、あとロシア風のね、はい、ロシア人向けのお店とか、ロシアね食事を出すよと、そんなお店もあるらしいです。はい、あそこにテキサスストリートって書いてありますね。このテキサスストリートのですね看板がある通りを反対側にまっすぐ行くんだそうです。両替所なんかもあるんですね。マッサージ屋さんなんかも多いぞ。そしてこれ登るらしいです。本気ですかねこれ。おお、さあそしてもう登山道ですねこれ。多分こっちですよね。なんかね民家に不法侵入しないよね。こういうとこって本当お家の中なのか公道なのかね、道の狭さがもともと狭いんで分かんなかったりしますけどね。なんかここ観光地ですみたいな感じの階段が現れましたね。一昨年の年末に行ったカンチョン文化村を思い出しますね。プサンにはねそういうとこ多いんですよ。すぐ横断歩道があるんだ。はい、でこの学校を左手に、こうまっすぐ行って一つ目の角を左だそうです。なんか交通指導のおばはんがいますね。日本にもねいますよね。これ登下校時に横断歩道立っている。名古屋ではそれを緑のおばさんって言うんですけど、それは他の地域では通じないみたいですね。らしいところに着きましたね。サラムルイッタ愛を結ぶって書いてあります。イバグギル、すごいですね。こんなところにプサンからすぐそことかにこんなのがあるんですね。電車書いてある。これ何これ。KTX 山頂や。すごい。これプサンの歴史書いてあるんですね。これね2004年に KTX が開業しましたということで、これは2009年か10年ぐらいに出たですね韓国の国産の KTX の車両になっています。もともとは KTX はねフランスの TGV のですね技術を使ってたんですけど、さあこの時点でこんな眺めです。なんかあれですね、コンピラ山みたいですね。なんかコンピラ山の参道みたいですねここ。さあそしてまたあります。太陽の差す方向に向かって登っていきますよ。ここにモノレールもあるんですね。さあそしてこの階段を登ってきたら、うわー
すげえなこれ。プサンの海も見えますね。ちゃんとモノレールの駅に隣接している展望台から眺めております。こっちの方がねすごいいい景色が撮れますよね。でここ柵なしでガラスだけで見れるらしいんですけど、重くし、監視カメラ録画中ということが書いてあります。ここでね悪さしたらあかんでと、そういうことでございます。これ面白いのがまだ登るみたいですけど、でももうこれあれですよね、周辺の山のもうてっぺんもここ見えてるのが面白いですね。どんだけね私たち登山してきたかよくわかると思います。モノレールの乗り場の向かいに看板が書いてあって、イバグ工作所まで 150m 書いてあるので、まだ一応イバグキルは続いてるらしいですね。今回なんでこんな行き当たりばったりみたいになってるかっていうと、 Google マップとかこの韓国の地図にはこのイバグキルがどういう風になってるかっていうのが書いてなくて、ただ単にこの辺にあるよみたいなそういう表示しかなかったんですね。だからこんな風に雑になっちゃってるわけなんですけども、仏教、これお寺ですね。これはまたすごいとこ登ってきたぞ。でもさっきねここ路線バスが通っていってたんで、多分ここは路線バスで来れるようなところなんですよね。きっといろいろ迂回してですね、この山を登ってくるバスがあるんやと思います。帰りその時間、そのタイミングあったらね、それで帰りたいですね。なんかここに歴史的ななんかあれかなと思ったら違くて、この奥にある建物の名前だそうです。これママメンションって書いてある、マママンションですね。なんか噛みそうな名前ですけども、バス停の横になんかねさりげなく映えスポットがあるんですけど、駐車場ですね。でこれ下降りてたとここからでもね十分眺めがいいんですけど、お月さんがいますね。お月さんなんか書いてあります。ちょっと見に行きましょうか。イバグギルと書いてあります。イバグギルを象徴するお月さんということなんですね。なんか入っていいのかな。入れますねこれね。これちゃんと先っちょまで行けるようになってますね。よし、ちょっと横失礼します。これ今日一眺めがいいとこじゃないですかこれ。ソーラーパネルがね元気よく発電しているのがよくわかると思います。こんなねいい眺めで開放的なところですからね。でこのお月さんがあるあたりの施設をイバグ工作所っていうらしいですね。ちゃんとここに書いてありますね、イバグ工作所って。これはなんか工場とかにあるような設備なんですかね。じゃあバスで帰りましょう。86番がすぐ来るらしいですね。なんかどれ乗っても途中でどっか地下鉄乗り換えたら行けるみたいなんですけども、さっきの86番とかだとものすごい遠回りするらしくて、でこの508番ってやつは、書いてあると釜山駅取ってるんですね。これ乗ったら確実です。で508番あと5分で来るそうなんで、じゃあ5分待ちましょう。意外と早く来ましたね。508番行きましょう。なかなかな道を下ってきますね。はい、ということで釜山駅に戻ってきました。いや私たちが頑張って登った山をいとも簡単にですね、バスは降りてきてくれたもんですから、やっぱすごいなと思いますよね。いとも簡単にって言っても結構なね下り坂だったんで、あそこ運転しようと思ったら結構ね実力がいるんじゃないかなと思います。釜山の道全部大体そうですからね、坂めっちゃ多いですからね。さあということで釜山駅からすぐそこにあるチョランイバグギルを訪れてみましたが、いかがでしたでしょうか。駅近ってこともあって、あとですね普通にそのイバグギルの周りには市民の皆さんも住んでいらっしゃいますので、帰り乗ったみたいにバスがですね頻繁に運転されていたりします。なので行きはこうやって歩いていって、で帰りはですねバスで釜山駅だったら508番のバスがだいたい10分か15分ぐらいに1本ずつぐらい出てるらしいんで、いやこれ結構便利だなと思いますので、訪れてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。それではご覧いただきましてどうもありがとうございました。